服を作って編み物をして、それからパッチワークして小物作り。私の一年は手作りであふれている。3人の子供たちと夫と私の家族5人。慌ただしい生活の中に手作りタイムをなんとか確保して楽しみましょう。さあ、新しい一年のスタート。今年は何を作ろうかな。さあ、冬がやってきた。冬に縫いたいもの、挑戦したいものがたくさんだ。新年を迎えた冬。まだまだアメリカも寒いけれど、なんと今年は暖かい海へ行くという家族旅行が待っていた。家族旅行だったら、家族お揃い服を作ろうかな。今年の初縫いは家族お揃い服だ。以前真夏に自分のために作ったワンピースが海にぴったりそう。この生地でアロハシャツを作っても素敵そうだし、娘たちにはワンピースにしてもかわいいよね。この生地を追加で買って、夫、長女、息子、次女の服をどんどん作っていこう。娘たちには色違いのピンクカラー。これでワンピースを縫っていこう。夫と息子にはこの青の生地。私のワンピースとお揃いだね。4人分は着るのも一苦労だ。まずは娘たちのワンピース作り。まずは娘たちのワンピースが完成。さあ、次は息子と夫のシャツだね。息子のシャツが完成。最後は夫のシャツ。旅行も迫ってきたから急がなくっちゃ。
け方になんとか全部完了。家族全員分は大変だったけど、旅行は素敵な思い出になったね。冬にやりたかったことの一つ、それは編み物だ。ずっと憧れてたんだよね、編み物。実は一度過去に挑戦して挫折した経験があって、やっぱり今回も編み物本を読んで、やはりできないかもと思ったんだけど、今の時代は YouTube、動画を見ながらなんとか小さなお花を編んだのを皮切りに編めることが嬉しくって、どんどん編んでいった。お料理中の隙間時間に編めるのも編み物のいいところだね。毛糸も追加で買っちゃったりして、編み物ブームが到来だ。慣れてきた頃にモチーフ編みも挑戦。こんなにこの冬に編んでしまった。新しい編み物の世界、楽しいな。春がやってきた。春は腕まくりできちゃうくらいの軽いジャケットや編み物もまだまだしたいな。春はまだ寒い日も多いから薄手の羽織物が欲しくなるね。色は春っぽい生地で作るのがいいかな。こんなジャケットを縫ってみよう。アメリカの型紙は大きい。このジャケットをあえて薄くて柔らかいコットンで作ったら春っぽい軽やかなジャケットになれるんじゃないかな。生地はこれを使おう。コットンローンの透け感がある生地。ほわほわで着心地が良さそうだ。
下準備していこう。接着芯はアイロンで接着させる前にこうして中表に合わせて端を縫おう。カーブに切り込みを入れておいて表に返してアイロンで接着しよう。前見返しも同様の手順で接着させて、こうすると布端の処理いらずできれい。柔らかい生地だから縫い始めはハトロン紙と一緒に縫おう。ジャケットだから全部裏は袋縫い、袖も袋縫いにしてつけよう。春のジャケットが完成。薄手だからこんな風に腕まくりしてもいいね。春になって少しずつ暖かくなる中で編み物熱はまだまだ冷めない私は、あれからちょくちょくと編み続けて、レトロなお花のライトカバーを作ったり、はたまたモチーフ編みができるようになり、それが楽しくってたくさんモチーフを編んでつなぎ合わせる。そんなバッグ作りにも挑戦した。私はレトロなモチーフや色合いが大好きだ。編み物で作り上げるものってなんだかほっこりレトロな雰囲気で、それも楽しかった。春って気分転換したくなる気分だ。お部屋の模様替えでもしようかな。編んだモチーフを飾っても楽しそう。よし、早速取り掛かろう。
よし、これで空いてるスペースに編んだモチーフを飾ろう。フルーツモチーフが大好きだから、たくさんフルーツモチーフを編もう。レトロなデイジーのお花も飾りたいな。夏がやってきた。夏のかわいいパジャマが縫いたいな。息子のパンツもリメイクしたいし、そうそう、ロースの生地屋さんにも行きたいな。夏の夜は暑いけど快適に過ごしたい。心地いい夏の夜を過ごすにはやっぱり心地いい夏のパジャマが必要だよね。冬のパジャマは去年かわいいのを作ったんだけど、今まで私服のワードローブばっかり作っていた私には誰に見られるわけでもない自分のための服作りという感じがとっても楽しかった。でも夏はパジャマはヨレヨレしか持ってないからかわいいのを作らなくちゃだよね。パジャマにする生地はこのかわいい水玉のダブルガーゼの生地。きっと着心地いいパジャマができそうだね。
パジャマはトップスとパンツセットで作るから何気にパーツがたくさんだ。トップスから作っていこう。トップスが縫えたらあとはパンツだ。完成。夏の夜に自分だけのお茶を入れて着心地いいパジャマを着て飲む。おー、なんか贅沢な気分だ。なんてほっこりした夜を過ごした次の日には、何そのパジャマかわいい私のはと次女が希望の目を輝かせ、ママのしか作ってないんだよ、ごめんねと言ったら大泣きし、私の部今すぐ欲しいとなって、急遽この余った歯切れで次女のパジャマをお揃いで作らなくちゃいけないことに。これには頭を悩ませたけどやるしかない。布端の白い部分はあえて避けず、パンツのラインのデザインとしてロー尺に入れてカット。そうしなきゃ容尺が足りないので仕方なく。またはあとほんのちょっと足りない。しょうがないから歯切れを継ぎはぎ。
トップスは予定していた型紙を変更。もっとパーツが多い型紙で、おのおののパーツが小さくて、容尺を確保できそうなものに変更。もし生地が足りず、パーツを別の生地にしても、あまり違和感なく作れるのも、パーツが多い型紙のメリットだ。白いガーゼの生地も追加で使って、なんとかギリギリ必要な容尺は確保できた。あとは素早く縫うのみ。早く縫い上げないとまた次女が泣くからね。無事に完成。無事に歯切れで私とお揃いのパジャマが完成。私もほっとした。お揃いで今日は寝られるね。夏のうちにやってしまいたい縫い仕事がこれ。息子のパンツをサイズアップしたい。なんとかできるかな。まだ生地も元気そうだし、一から作るよりリメイクで大きくした方が生地も体力も節約だ。よし。作戦は脇をほどいて、生地を脇に縫い足して、さらにウエストベルトをつける。子供たちはすぐに大きくなり、服はすぐ小さくなる。こうやってサイズアップするリメイクも覚えておけば、服を全部手作りする私にとってはとても役に立つ。脇に足す生地は過去にボトムスを作った時に出た歯切れを使おう。袋縫いにしていこう。
イズアップのリメイクが完了。大きくなってまた履きやすくなったかな。そして夏の終わり頃に行ったのが、アメリカはロスの生地屋さん。生地屋さんに行って何を作ろうかな。これはかわいいな。そんな風にいろいろ妄想する時間が大好きだ。結局小物用にこんなに買っちゃった。秋がやってきた。秋はガウンコートを縫ってみたい。それからパッチワークもしたいし、日本一時帰国に合わせて3人の子供たちのお揃い服も縫いたいな。家にあるはぎれでパッチワークして小物を作ることが楽しくなっていた私は、この間ロスで買った生地を使ってパッチワークのお裁縫ポーチを作ることにした。この間買ったかわいい生地のこの子たちをくり抜いて使いたいな。
秋になって軽い羽織物が欲しくなった。こんなガウンのようなコートを縫おう。ガウンにするのはこの生地。ダブルガーゼの木の木目みたいな面白い生地だ。寒暖差が激しくって、暑い時間帯はまだ暑いし、寒い時間帯は長袖で覆われてると安心。だから、あえてジャケット向けの生地ではなくて、ガーゼで柔らかいシャツみたいな、そんなガウンコートがいいかな。子供たちのお揃い服は、何か家族でイベントがあるたび、幾度となく作ってきた。もうすぐ日本に一時帰国。また3人にお揃いの服を作ろう。
ブルガーゼの生地で作っていこう。まずは次女のワンピースから縫おう。次は長女のブラウス。最後に息子のシャツを縫おう。
1年間本当にたくさん作ったな。春、夏、秋、冬、季節が変わるたびに家族のイベントがあるたび、手作りしたいものも移り変わり、とっても楽しい。私は今年もまたたくさん作るのだろう。楽しみだな。